はい、どうも、カッパ園長です。じゃあ、この動画ではね、連日、この韓国さんが、日本のね、このトヨタ自動車、トヨタ製ハイブリッドが人気だと、韓国でも売れに売れてしまっていると、なんでだっていうね、どうしても例えば韓国、ね、あの車はヒョンダイですけども、違いがやっぱ分からなくて、なんか、日本のロビーだとかね、なんか日本の市場が、日本のね、この自動車市場が閉鎖的だとかね、なんかよくわかんない決着、あれは決着でいいのかな。そんなね、泣き言をこの吐き散らかすぐらいしかもうやることがなくて、なんでこのトヨタのこの例えばハイブリッドが人気で、韓国でも売れに売れて、過去最高の実績を上げている上半期ね、もう悔しいから本当は560何万台だったっけな、500万台にしちゃってるんですけど韓国メディアはね、その秘訣は何なのかっていうね、本当に分析できるのかなっていうところをちょっとね、そうだから粘着ね、このへばりついてさ、結構この詳しい日本のマスコミは基本的に日本のこの誰かとかどっかとかがさ、ね、このなんか世界でなんかこの評価されたり、ね、もてはやされたり、なんかそういうなんていうか事象というか、なんかこういう例えばこの自動車のこのトヨタがね、っていうこの活躍、ね、個人でも企業でも、絶対ちょろっとさらっと流しておしまいじゃないですか。取り上げないことも普通にありますよね。逆にこの韓国メディアの方がなんか詳しく報じてたりするじゃないですか。べったりへばりついて、その割にはなんかじゃあ自分たちの例えば自動車屋だったらね、このじゃあトヨタがこうですよと、日本のマスコミがね、そこまで報じない、そこまで調べたのっていうぐらい報じておきながら、じゃあ自分たちのこの車屋のこのなんかの韓国ヒュンダイ、なんかこのなんていうの、ベンチマークしてさ、パクるとかじゃなくて、なんかその研究したその成果をこの生かす、なんかこの韓国ヒュンダイのこの販売になんかねつなげる、なんかできるかっつったらそこまではやらないんだよね。まあいいでしょう。だから結局なんかこのブー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 垂れてるけど、なんでなのかっていうんだ、結局この数字追っかける止まりなんだよね。だから前年同期比、ああでもないこうでもない、増えた減った増えた減った、なんだいなんだい何パー何パーってそれだけなんだよな、結局ね。まあいいや、ちょっと見ていきましょうかね。これ韓国メディア、どうだろう、朝鮮日報かな。上半期517万台販売、半期実績基準で最高値、生産量の増加、ハイブリッド人気影響、純利益2兆5800億円の見通し。30年間の低迷期を経験していた日本経済が最近活気を帯びていますよと。昨年に続き今年も日本上場会社の業績が歴代最高値を更新するという見通しが出ていますと。とりあえずよくわかんないけどグギギギギっていう音は聞こえた。朝日新聞などの日本の主要マスコミは日本の上場会社が2023年会計年度におよそ43兆7000億円、394兆4143億、ウォン換算ね、の純利益を収めるものと予想しています。これは前年比 5% 増加した規模だと。この中でもトヨタ自動車の成長の勢いが特に目立つと。トヨタは今年上半期だけで、創立以来初めて500万台を超える車両を販売。トヨタの昨年、車両販売台数が960万台で、半期ぶりに前年販売量の半分以上を販売したと。そうね。トヨタがこのように莫大な販売台数を記録できた秘訣は何なんでしょうか。当たるかな、韓国君分析当たるかな。トヨタは先月30日23年度2023会計年度の上半期に、517万、2387台の車を販売したと明らかにしました。これは昨年同期間の、販売台数比 9% も増加した数値ですと。半期実績基準としては、歴代最高ですと。これまでの最高記録である2019年上半期495万台を超えました。まず海外販売台数が438万2219台、
前年同期 6% 増加、地域別には北米、欧州、販売台数がそれぞれ 9%、7% 増加し、グローバル車両販売量の増加を牽引しましたと。グローバル車両販売量分かってなさそうだな、アジア地域では、タイとインドネシアの場合、昨年より販売台数が落ち込んだが、インドでなんと 24% も増えましたと。これはインドのせいにするつもりかな。中国は景気低迷と、中国、自動車メーカーですかね。韓国の電気自動車会社の躍進の影響を受けていたが、ハイブリッド部門で販売台数が増えながら、前年度と似たような水準の販売量を維持しましたと。日本国内販売量は前年比 34% 増加し、79万168台を記録しましたと。で、アメリカ工場の生産量増加し、需要の増加、ハイブリッド車人気も一役買っていたと。トヨタが力強く跳躍することができた背景には生産量増加とハイブリッド市場の成長の勢いが原因として位置づけられていると。まずコロナ禍に触発された車両半導体需給問題が解決され、生産量500万台以上引き上げることができた。4月から9月の間に生産された車の台数は508万8248万台で、508万8248台だろ。前年比 12.8% も増加。トヨタの販売台数と生産量が同時に500万台を超えたのは今年が初めて。しかし、トヨタのこのような成果を単純に半導体需給をめぐる解決による反射効果だけで片付けることができないと。北米市場で積極的に生産施設を拡充しようとしたトヨタの普段の努力も生産量を引き上げるのに影響を与えていると。現在、トヨタは北米内の生産拠点4カ所にそれぞれ完成車部品工場12店を保有している。昨年にはハイブリッド車両生産量を増やし、本格的に電気自動車の生産に乗り出すため、4カ所の拠点に約3億8000万ドルを投資。日本経済新聞はトヨタが北米地域での設備拡充が全体生産量の増加を牽引したと分析しました。これと同時にアメリカで新車需要が急増し、流通量が急速に売れていくことができました。コロナ19当時、部品供給難で車を買わなかった消費者が市場に殺到し、今年3四半期、アメリカの新車販売量が急増。今回の四半期のアメリカで販売された新車は390万台と前年同期 17% 増加。ハイブリッド車両の人気度。トヨタの業績改善を論じる際に欠かせない要因ですと。アメリカと、欧州市場では最近電気自動車人気が落ち着きを見せている代わりに、落ち着きね。落ちてるとは言わないんだ。落ち着いてるんだね。代わりにハイブリッド車に対する需要が増えていますと。長期間充電しなければならない上、充電所不足問題などで電気自動車よりはハイブリッドを好む人が増えている。来年機関車より電気自動車が平均、数万ドル以上の高いという点もハイブリッド車両の人気要因になっている。グローバル市場調査機関であるグローバルデータ、グローバルハイブリッド、グローバルうるせえな。車両需要が2025年806万台と、前年370万台比べて 85% 増えているだろう、増加するだろうと展望していると。ハイブリッド市場の 60% を掌握しているトヨタには、このような傾向が好材料として働いていますと。今年トヨタはアメリカ市場だけでハイブリッド車両60万台ほど販売することが予想されますと。前年度販売台数比 7.5% 増加した数値。これにトヨタは電気自動車に全てをかけるという従来の戦略を修正し、ハイブリッド車両生産量を2倍増やすなど、量的機戦略を駆使していますと。ハイブリッドを電気自動車への転換の足にして、市場シェア確保に乗り出すという戦略ですと。円安効果で利益増、純利益2兆5800億円達成の見通し。トヨタの好材料はここで止まらないように見えますと。今年、日本円相場が史上最低値に下落し、円安効果で、のみ8900億円の追加営業利益を上げるものと見えますと。トヨタは今年の純利益が、前年度より 5.2% 増えた2兆5800億円を打つものと展望していると。まあこんなね、割と細かく、ああでもないこうでもない書いてありましたが、そうね。
まあなんだかよくわかんない、からなんかハイブリッド、ハイブリッドが答えだった。トヨタの勝利。一般の韓国の人たちの見解なんかも、まあそういう回答が多いのかな。そうですね。トヨタ車は品質がいい。世界最高水準。それが秘訣だとか。韓国ヒュンダイも似ていますが、似てんの、北米欧州などでかなりの実績を上げている。米中競争の反射利益も一部あるとか。日本に負けないんだって。トヨタ滅びるんじゃないのとか。トヨタ成功は電気自動車にオールインしなかったからであって、電気自動車は環境左派の全地球詐欺劇だ。ここポイントですよね。実態を一応知ってる人が一部いるのか。なるほど。で、これはじゃあ、韓国以外の海外の人たちの反応なんかはどうなってんのかな。日本のハイブリッド車が海外 EV 勢に圧勝し始めて、やっぱり欧州なんか、まだあれですかね、なんかびっくらこういった状態なのかな。トヨタ自動車のグローバルセールスが過去最高を記録したことが話題になっていますと、世界的に EV セールスが下火になる中、トヨタ自動車のグローバルセールスが昨年に比べて 8.3% 増えて、過去最高となる560万台に達したことが注目を集めていると。で、なぜか EV に負けないトヨタに海外から多くのコメントが寄せられていて、でも、ほとんどの人が、気づいているというか、いや、でも、あれだな、この結果というか、その様子を見て、なんか、やっぱりトヨタすげえなって言ってるだけですかね。じゃあ、ちょっと後半続き、サロンの方でね、何が違ったのか、別にこの韓国ヒュンダイと比べてどうこうなんて別に見るまでもないんで、どうでもいいんですけども、他にね、この電車、じゃあ、例えばテスラとかでもいいですよね。そもそもテスラですら、ね、別にトヨタにとって第一のライバルでも何でもなかった。じゃあなんでトヨタなんですかっていう、そこですよね。ちょっとね、見ていきましょうかね。今回は以上です。